今、日本の金融界でとんでもないことが起きています。その中心にいるのがメタプラネットという一社。今回はですね、この会社が仕掛けた、大胆不敵としか言いようのない大改革、その戦略のすべてを資料から解き明かしていこうと思います。でもこれ単なる儲け話じゃないんですよ。一社の生き残りをかけた壮大な社会実験の物語なんです。まずは、ちょっとこれを見てくださいよ。このグラフがもうすべてを物語っていますよね。市場平均のトピックスが、静かに推移するのを横目に、メタプラネットの株価だけがまるでロケットみたいに垂直に駆け上がっている。一見すると無謀にも思えるこの大勝負、一体全体どうやって始まったんでしょうか。では、話の原点に全てが始まった場所へと遡ってみましょうか。ホテル事業からビットコインへ。この起死回生の劇的な方向転換はどんな状況から生まれたんでしょうね。メタプラネットの前の姿は、レッドプラネットジャパン。インバウンドのお客さんをターゲットにした格安のホテルチェーンだったんですね。でも、そこに襲いかかったのが、あのパンデミックです。夢も希望も全部吹き飛ばされてしまった。経営はまさに風音の日だったわけです。左側がもう絶望しかなかった過去。そして右側がビットコインという一筋の光を見つけた現在です。収益は落ち込み、借金は膨れ上がる一方で、ついにはホテル事業の子会社が破産に追い込まれました。本当に崖っぷちに立たされた彼らがした根本一徳の決断。それがビットコインだったんです。さあ、ここからがこの話の核心部分です。この奇跡の逆転劇を支えるエンジン、その心臓部であるビットコイン財務マシン、一体どういう仕組みで動いているのか、じっくり見ていきましょう。彼らの戦略って驚くほどシンプルで、それでいてものすごく強力な、この3つのステップで回ってるんですね。まずステップ1、株式なんかを発行して、いわば弾薬になるお金を集める。次にステップ2、そのお金でひたすらビットコインを買い集めて、会社の金庫をパンパンにする。そして最も重要なステップ3、その金庫のビットコインをただ寝かせておくんじゃなくて、それ自体を使って新しい利益を生み出す。このサイクルを彼らはとんでもないスピードで回し続けてるんです。特に面白いのが、このビットコインインカムという考え方。彼らはただビットコインを持ってるだけじゃない。普通なら厄介なこの価格のアップダウン、つまりボラティリティを逆手にとって収益源に変えちゃってるんです。具体的には、キャッシュセキュアードプットオプションっていう金融商品を売ることでこれを実現しています。すごく簡単に言うと、もし将来ビットコインがここまで下がったら、私たちがこの値段で買い取りますよっていう権利を売って、その手数料で稼ぐっていう戦略ですね。これによって常に新しい株を発行しなくても、ちゃんと事業として利益を生み出せるようになってるわけです。でも、ちょっと考えてみてほしいんですけど、会社のメインの資産がビットコインみたいにまるでジェットコースターみたいに動く場合、これまで通りの売上とか利益っていう物差しだけで、本当にその会社の成功って測れるんでしょうか？ここですごく根本的な問いが生まれるわけです。ビットコインを会社の軸に据えるなら、日本円での利益が本当に一番大事な成績表なんですか？と。メタプラネットはこの問いにノーと答えて、全く新しい物差しを僕たちに示してきました。その新しい物差しこそ、彼らが北極星のように見つめている最重要指標、BTC イールドです。これものすごく賢い指標でしてね、新株をどんどん発行すれば、会社が持つビットコインの総量は増えます。でもそれじゃ株主一人一人の取り分は薄まっちゃいますよね。この BTC イールドはその影響も全部計算に入れた上で、結局1株あたりのビットコインの量って本当に増えてるのっていう一番大事なところを測るための究極の成績表なんです。で、その成績表がこちらです。もう結果は一目瞭然ですよね。2025年の最初の3ヶ月だけで 95.6%、年初からで見るとなんと 170% っていう、まさに驚異的な成長を遂げています。これは彼らの戦略が単なる見かけ倒しなんかじゃなくて、株主の価値をビットコイン建てで着実にしかも爆発的に増やしていることの動かぬ証拠と言えるでしょう。ただですね、これだけすごい話には必ず光と影があります。次は、この戦略が生み出した素晴らしい結果と、その裏側に潜んでいる見過ごせない大きなリスク、その両方にしっかりと目を向けていきましょう。いやー、見てください、このグラフ。
まさに V 字回復とはこのことですね。長年常なし沼みたいに続いていた赤字経営から一気に抜け出して2025年には過去最高の営業利益を叩き出したんですから、劇的としか言いようがないですよね。この成功の大きさは僕らが言っているだけじゃありません。暗号資産の専門メディアビットコインマガジンも2025年の第一四半期メタプラネットは20年の会社の歴史の中で最も力強い財務結果を記録したと報じているんです。これはもう一企業の成功物語を超えて歴史的な転換点として世界が注目している証拠ですよね。しかし、ここからが本当に大事なポイントです。この輝かしい成功の裏には大きなリスクが3つ潜んでいます。まず、株主価値の希薄化。資金集めのために新株予約権をたくさん発行するっていうのは大きなピザをどんどん細かく切り分けていくようなものですからね。次にビットコインへの完全依存。会社の運命が予測不可能なビットコインの価格というジェットコースターに完全に縛り付けられている状態です。そして最後にガバナンスへの懸念。一部の投資家との関係性とか経営陣に有利すぎるストックオプションの付与など会社の角取りそのものに疑問の声も上がっています。これらがこの船の行く先に立ち込める暗雲かもしれません。では、この壮大な実験、これから一体どこへ向かうんでしょうか。特に勝負の年となる2026年以降、彼らは何を見据えているのか。その野心的というか、もはや無謀とも言える未来のビジョンを見ていきましょう。そして、これが彼らが掲げる最終目標。それは21万ビットコインです。この数字、ピンとこないかもしれないですけど、地球上に存在するすべてのビットコインのなんと 1% に相当する量ですよ。たった1企業が世界のデジタルゴールドの 1% を我が物にする。これはもう国家レベルと言ってもいいくらいの桁外れの野望ですよね。その途方もないゴールに向けた計画表がこちらです。驚くべきことに2025年の目標だった3万 BTC はもう前倒しで達成しちゃってるんです。そして鍵となるのが2026年。ここからは日本国内だけじゃなく海外の巨大なマネーを呼び込んでこの戦略を世界規模に拡大していくフェーズに入ります。その先に最終目標である2027年の21万 BTC 達成を見据えているというわけです。さて、最後に皆さんにこの問いを投げかけて今回の解説を締めたいと思います。メタプラネットのこの挑戦は未来の会社の在り方を示す新しい教科書になるんでしょうか。それとも日本の企業史に名を残すただの壮大なギャンブルに終わるんでしょうか。その答えはまだ誰にもわかりません。ただ一つ確かなのは、私たちは今、金融の歴史が塗り替えられるかもしれない、その瞬間の目撃者になっているということなんです。